ロジカル FX 通信の補足解説動画をしていきたいと思います。タイトルはこちらになります。では早速昨日のトレードポイントを見ていきましょう。はい、昨日のトレードポイントはここになります。ここのトレードポイントは比較的わかりやすいんじゃないかと思います。で、ポイントとしては、この日足が上段に入っているということですよね。で、上目線。で、それどういうことなのかというと、ここにトレンドラインがあって、で、このトレンドラインが崩れますと。で、その後にワイドレンジに入っていくんですね。で、だいたいここら辺が上段で、で、ここら辺が下段になります。で、こうやってサイズがだいたい同じぐらいになるんですね。で、昨日はこの上段の中のさらに、上のところ、上段のここですね。さらに上のところですね。下段の中に、さらにこうやってラインがあるんですけど、昨日のところっていうのは、ここになります。このポイント。なので、もう上ですよね、目線は。で、バンドがちょうどここ、日足のバンドが閉じてるところがあったので、そこまでですよね、マックス的に。これですね、ここの閉じの部分。で、今夜、ここが抜けて、こうやって開くかもしれないですね。で、ちょうど今夜大きな指標があるので、市場参加者の注目度も高まっていると。ということで、パワーも、ある波が一時的に出るっていうことになります。ただし、ちょっと気をつけなきゃいけないのはですね、ちょっと週足の抵抗が、ありまして、で、それがすぐ上にあるんですね。で、ここの抵抗ですね、ここの抵抗。ちょうど2704ぐらいですかね。で、ここの抵抗で、日足が例えば2回ぐらいアタックして、で、パワーがなくなってしまった場合っていうのは、もしかしたら週足レベルで失望売りがあるのかもしれないですね。で、結構でかい。デイトレにとっては、週足レベルの失望売りって結構でかいので、一気に流れを変えてくる可能性がありますね。とは言っても、月足が全然上なので、ここから例えば失望売りが出たとしても、ここのミドルぐらいのここら辺ぐらい、マックスでここぐらいまでっていうこともあるので、長く持ってる方っていうのは、月足レベルで長く持ってるっていう方は、そんなに心配する必要はないですね。やっと押しが出てきたっていうぐらいなので、ただ、デイトレであれば、かなりでかい、下落になってくるので、ちょっと気をつけなくちゃいけないですね。逆にそれが出てしまった場合っていうのは、美味しいトレードポイントになってくるということになります。ただまだわかんないですよ。ただちょっと警戒すべきポイントなのかなと思ってるレベルですね。実際にちょっと事実ベースで、ここの勢いとかちょっと見ないとわからないので、そのまんま、勢いよく、また週足のトレンドに回帰してしまうっていう可能性も高いので、ここはちょっと事実ベースで、考えた方がいいと思います。はい。で、昨日のトレードポイントはここなんですけど、で、エグジットポイントは、ちょっとデータがちょっとこっち側に、表示できてないんですけれども、ここが4時間足のちょうど、陰線が入るようなところ、ちょうどこの、日足の、この髭のところに4時間足に陰線が入るところがあるので、そこです。で、これに、私の使っている領域分析を組み入れると、こんな感じになります。はい、規則正しく
波を覚えてるっていうのが多分わかると思うんですね。ここで止まって、ここで止まって、ここで止まって、またここで止まって、みたいな感じですね。で、これ、抜けてるじゃんと思うかもしれないですね。で、今回のエグジットポイントも、ここからここの領域じゃなくて、ちょっと抜けてるじゃんって思うと思うんですよ。で、これはなぜかっていうと、実はですね、この中に15分足の領域があるんですね。つまりどういうことかっていうと、これ止まってますよね。で、これって、こういうことなんですよ。ここの1時間足のこの間の中に、こうやってあるんですよ。こんな感じで。で、これと同じ大きさの、領域がここに15分足のがここにあります。で、同じように、ここぐらいにこうあって、まあ、こんな感じであるわけですね。で、まあ、これはあくまでも領域なので、こっち側のデータを探って、まあ、本当に重要抵抗があるかっていうのをまず探らなくちゃいけないですね。で、そうすると、まあ、ここら辺に4時間足の、まあ、重要抵抗があったので、まあ、ここら辺までが、エグジットポイントとして、まあ、考えました。はい。まあ、実際には、まあここまで持たずに、こっから、ここのヒゲぐらいまで、まあ、十分幅があったので、まあ、ここまで持たなくても、まあいいかなということで、まあ、理覚しました。はい。で、このポイントって、夕方発生したんですね。なので、ちょっと会社員の方とかは、多分物理的に見れなかったと思うんですよ。なので、まあ、ここは別に、物理的に多分見れてないと思うので、見れる方は、ぜひ取ってもらいたかったポイントなんですけど、そうじゃない方は、別に、取らなくてもいいです。多分会社員の方とか、夜、遅く帰ってくる方っていうのは、多分おそらくですけど、最後に人伸びを取ったのかなと思いますけどね。例えば、ここですかね。ここの人伸びを、ここからここぐらいまでとか。まあ、40ピプスぐらい確かあったんじゃないですかね。ここを取ったとか、もしくは、ここからここを取ったのかなと思います。まあ、どの波でもいいです。領域から領域へ波が移るところ。まあ、かつ、もう、上昇トレンドの日足の上段の中のさらに上段のところなので、まあ、目線は上ですよね。なので、まあ、どの波をとっても、いいと思います。私はもうここで、今日の仕事はおしまいっていうことで、もうここで終わりにしてしまいましたけど、別にここでもいいし、ここでもいいです。はい。あと、まあ、あれ、まあ、こういう波がちゃんと取れてるのであれば、しっかりと波が見えてるので、まあ、今日も、しっかりと波を見て、まあ、確実に、取っていただければと思います。はい。今日説明したかったことは以上になります。